皆さんこんにちは、しおと申します。今回はシェイプヒーローファクトリーの体験版を実際にやっていきますよ。本の上にいる黒いのをやっつけるためにヒーローを工場で作っていきます。シェイプヒーローファクトリーにはヒーローを作る工場の場面と作ったヒーローで拠点を守る場面の2つがあります。やっつけていくルートを最初に選択します。ルートの途中では新しいレシピなどを追加することができます。レシピ以外にも研究という項目があり、新しい設備や強化が追加されていきます。ここでは新しい研究ツリーを選択できます。選択した研究ツリーにある項目は研究ポイントを使ってアンロックしていきますよ。こちらで工場を作っていきます。素材を出してくれるモチーフソースというものがあちこちに置かれています。モチーフソースの周りにモチーフメーカーというものを置くことでソースごとに決まっているモチーフという素材が出てきます。この素材をキャンバスに送るとミニオンがヒーローに仕上げてくれます。モチーフソースについている数字は配置できるモチーフメーカーの上限です。ここには2つのモチーフメーカーからモチーフを取り出せるということですね。キャンバスには入力と出力の場所が決まっています。これらをコンベヤで接続してモチーフを運びます。丸いモチーフが出てきましたね。同様に右下から三角のモチーフを取り出してキャンバスに入れてあげましょう。出力は転送装置につなぎます。コンベヤはシフトキーを押しながらドラッグすることでまっすぐ敷くことができますよ。施設を配置するにはマナを消費します。それぞれのコストは下に表示されています。マナは施設を撤去すると配置した分がそのまま回収されます。ミニオンはモチーフをもとにキャンバスに絵を描くことでヒーローを作っているみたいです。絵描きさんなのですね。そういえばこの後で黒いのをやっつけないといけないのでヒーローを作るキャンバスを増やしていきましょう。ベルトを変な向きに置いてしまっても右クリックで撤去したり同じところを左クリックでなぞり直すことで修正できます。あら、置けなくなっちゃいました。マナは一定時間ごとに増えていきます。ウェーブごとに増える量を大きくすることができますよ。こちらで転送したヒーローの数を確認することができます。こちらが転送先です。中央の拠点を守らないといけません。そんなこんなしてたら10秒切ってしまいました。とりあえずこれで行ってみましょう。カウントダウン緊張する。場面が変わってここからはヒーローに活躍してもらいます。上に表示されている時間内で中央の拠点を守り抜けばクリアとなります。チャージに少し時間がかかりますけど私もお手伝いしちゃいます。無事最初のウェーブをクリアしました。このように研究やレシピ追加を行いつつ工場を大きくしてたくさんのヒーローを送り込めるようにしていくというのが一連の流れのようですね。中にはちょっと強そうなのがいるところも。さて、新しいレシピを選べるようになりました。ここでは盾兵、魔法使いのほか最初に作る人をパワーアップさせるという選択肢もあります。今回はいろんな種類のヒーローを使ってみたいので魔法使いさんをアンロックしてみましょう。レベルアップするとモチーフの出力スピードやマナの増加スピードを上げるほか研究ポイントをもらうこともできます。経験値はヒーローを送り込んだり黒いのをやっつけて増やすみたいです。追加した研究ツリーからアンロックしたいものを選んでいきます。ハサミを追加することで
新しい形のモチーフを作ったり分けたりまとめたりする装置の速度を上げる研究があります。ミニオンのアイコンのところではキャンバスで働くミニオンを増やして生産速度を上げることができます。工場は以前の状態から引き続き大きくしていきます。先ほど追加した魔法使いさんは人と三角モチーフを組み合わせるのでキャンバスを変えていきましょう。左のコンベアに乗っているモチーフが赤くなっていますね。これはコンベア上にアイテムが溜まりすぎているということを示しています。モチーフが入ってくる量に対してキャンバスでの加工が追いついていないという状態ですね。そしたら分配器で三角のモチーフを分けて魔法使いさんの製造ラインを作っていきましょう。分配器やキャンバスの前後はコンベアが必要です。キャンバスの出力をもう一つのキャンバスの入力に直結したり、モチーフメーカーから分配器やキャンバスを直結することはできません。制限時間があるのでうまく配置できないと焦っちゃったりしますよね。そんな時は調光という機能があります。調光は回数制限がありますが、有効になっている間の制限時間の流れをゆっくりにすることができるのでとても助かります。生産もゆっくりになるので配置が終わったら調光を解除してあげましょうね。ブリッジコンベアを使うと既存のコンベアをまたいで運ぶことができます。またげる範囲は上限があるのでうまく組み合わせて使いましょう。コンベアを曲げて配置したいときはコンベアを選択した状態でドラッグ操作します。つながっていなかったり逆流しているようなところはアイコンで知らせてくれます。配置するときは R キーで回転、T キーで反転できます。分配器の入力の左右を変えたいときは T キーで反転させます。施設やコンベアなどを選ぶときに配置されているものに合わせて Q キーを押すと選択することができます。下のツールバーから選択するより手早く配置ができます。またツールバーは左から数字キーと対応しているのでそちらも便利だと思います。おや、コンベアつなぎ忘れてましたね。こちら側もモチーフメーカーの余裕があるので増やしていきます。残り時間が少ないのでこのウェーブに間に合うかな。あわわは全然間に合いませんでしたね。今度はカウントダウンが始まっても緊張してませんよ。魔法使いさんはランダムな位置に出現して一定時間雷を落として消えていきます。範囲が広いのでうまく入ってくれるととても役に立ってくれます。黒いのの数が確実に増えていますね。はい、今回も無事クリアできました。魔法使いさんの活躍がバトル貢献度でよくわかりますね。今回はウェーブ2までのプレイ実況をお届けしました。シェイプヒーローファクトリーの雰囲気がお伝えできていれば嬉しいです。工場ゲームというとレシピの複雑さや技術用語がいっぱい出てきて難しさを感じてしまう人もいらっしゃいますが、シェイプヒーローファクトリーではモチーフという図形を組み合わせることが基本なので、パズルのようにコンベアを組み合わせるだけでヒーローを作ることができますよ。またタワーディフェンスのような要素もあるので、工場で作ったヒーローが黒いのをバッサバッサと倒していってくれるのは見ていて楽しいです。私はお寿司をワッサワッサと頬張るのが好きなんですけど、お寿司はなんちゃらいつで出前しますので、
もうちょっとお付き合いいただけませんでしょうか？そうですか。では、お寿司食べながらもうちょっと体験版を続けてみようと思います。もしよろしければチャンネル登録や高評価をいただけたら、とても励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。炙りチーズサーモン軍艦、チーズ3倍増し増しでお願いします。